症状の方は今ずっとこの首から肩、左上からこの指先のしびれがまで痛いんです。それがもう続いています。年の方は今48文字くになりますけど、痛み止めで少し良くなるんですけど、またその波があっての繰り返すっていう、それだけのことをずっと繰り返してきたみたい。それいつからって言いました？それはもう去年のちょうど今のぐらいから。1年ぐらい前から。で、きっかけとかっていうのは？何がそういう何が原因かっていうのは全くわからないんですけど、やっぱり最初は首のやっぱこの付け根くらいのところの痛みから始まって、それからずっとした最初はどんな治療というか、どこ行かれる病院に行きました？もうすぐにもう私どうしてもこの飲み薬でどうこうしようっていう方がなんとなく自分の中でそういう感覚が常に持っちゃってるんで、一番最初一番最初どんな状態だったんですか？最初はやっぱ首のちょうど後ろ側が痛くなっちゃう。事故にあったとかどっかでひっくり返ったとか、全然そういうのも一切なくて突然にですか？はい。なんか違和感から始まって、それから整形外行って湿布ぐらいから始めたんですけど、ちょっともう良くならないんで、そのまま良くならないんだけどっつってその先生に言ったら、もうそのまま市民病院っていうかその紹介されて、それからはもう痛み止めと薬だけです、常に。病院に行けばもう湿布だけで、そんなんで良くなるわけないですよね。それはそう思ってたでしょ？だから結果的に全然こう良くならない。湿布で良くなると最初思いました？その辺は良くなってほしいっていう気持ちだけがあって。そうでも自分の辛さっていうのは湿布で良くなるような程度の痛さっていう捉え方ですか？そうではやっぱり今もしびれと痛みはあるんで、やっぱり今の状態はその時と違うんですか？もっとひどくなってるんですか？薬はもらってはいるんですよ、実際。だから飲んでるからかどうかわからないですけど、今はすごく痛くないです。やっぱり仕事行ける程度にはなってますんで。じゃあすごく痛くて仕事行けないような時はもう休んでしまいます時もあるわけですか？あります。今でもあるんですか？今でもあります。それは例えば1ヶ月の中で？いやそうですね、たまたま先月またちょっとひどくなってきて、ちょっと医者ちょっと行ってちょっと薬もらっちゃったんですけど。それ飲むと楽なんですか？痛み止めはやっぱり若干は効いてくるようです。痛みとしびれと？はい。でもしびれは変わらないですね。変わらない。それから運動制限とかいうのはどうですか？は普通に上がったりできる。全然差はないんですか？はい。自分自身ではないと感じます。あと腫れとかはどうですか？もうない。はないんですか？はい。じゃあ言うとすればしびれと痛みと。そうですね。で痛みは薬では効くと。そうですね。痛みは薬で抑えてるんだろうなっていう程度までには、要は仕事できる、座薬とかももらってはいるんですけど、そういう時にはそれで抑えていると。しびれっていうのはどこからどこまでしびれてるんですか？しびれはこの首は痛みなんですけど、大体しびれを感じてるのはやっぱ肩くらいから、この2つの指です。こっちはないんですか？ないですね。こちらはないです。3本がなくて。腕の方は3本の神経が来てますよね。頭骨神経っていうのと尺骨神経っていうのと脊柱神経っていうのがあって、多分その支配の中で結局その日本のに関連する神経の方がトラブルを起こしてるんだと、
まあ普通に考えればそうなるんですよね。でそうなるからといってじゃあどうしたらいいのかと、病院では医学的にはそうなってますよ。そうですよね。あ、治療してるわけ。まあ中川先生のとこはちょっとその先生の方にちょっとご紹介も兼ねてちょっと伺いたい。どうしてしたんですか。もともと高校の一つ上の体操の先輩なので、ああ、はい、体操の先輩。はい、で同窓会の時に肩が痛いんだっていう話が。体操の先輩ってどういうことですか。体操部だったんですね。ああ、体操部だったの。そんな太くて。昔すばらしかった。で筋肉がやっぱり折ってるんですね。筋肉が何？折ってるんですね。少ない。折ってる。あ、落ちてる。はい。それはその左右が明らかに違うっていうの今はね。はい。その前はもちろんそうじゃないわけでしょ。はい、もう筋肉隆々でしたね、先輩は。ああ。で右よりやっぱり左が落ちてるわけ。はい、そうですね。それは腕がですか。三角筋。三角筋が。はい。肩はそうでもない。肩はその時はちょっと酔ってたのでよく。で腕はどうですか。そうなんですよ。自分自身がもう長い間何もしてないもんで。左右ですよ。左右の比較で。比較ですか。比較、まあそうですね。こう鏡で見た感じ、なんか骨の方がなんか骨っぽいですね。骨っぽい。こっちはまだそう。腕はどうですか。腕自体がそんなに変わらないような気がしああ、ますけど。そうですか。あ、三角筋はそうなんですか。まあ、今言ったその神経の問題だと、また三角筋っていう特定の筋肉も異常があるということが分かってる。まあ見れば分かるんだと。まあそれをじゃあ現代医学でもう分かってるわけですから、ここがおかしいということが分かってるのに治せないっていうことですよね。そうですね。で治せないというのか、病院では薬を飲んで薬は治そうとしてるんですか。それはだからなんていうんだろう、その神経のそのなんていうんだろう、その伝達を痛みの伝達を抑える薬とかって言われました。ということは痛みを抑えるための薬ですよね。はい、じゃあここをおかしくしてるその原因を取って治療しようという薬ではないですよね。多分そうだと思いますけど、病院説明、その詳しい説明とかはないですね。もうとにかく痛いのとしびれますって言えば、この薬を飲んでくれって言われるだけで特に何も言われることはないですね。それは整形がそう、病院もそう。そうです。整形の担当ですね。病院の整形、はい、病院の整形ですね。はい、要するにだから病院というのはだから今訴えている症状に対して辛いというから、じゃあ痛みを取るようにということで薬は出してると。でもその原因とかというのを取ってよくしようということはやってないですよね。そうですね。それだけで分かりますよね。分かります。それをずっと分かってはいますけど、自分で何もできないから結果的に他に可能性考えてみました。自分では全く考えずに。例えば後輩に重生してそうですね。いるんですけど、ちょっと私ちょっと離れてるもんで自宅が、だからどうしても長原さんのところに昔から知ってるからどうせ期待してもしょうがないと。そんなことないです。そんなことないですけど。そうです。じゃあジュースとかは多分言ってないんですか。だから一回先生のこれを知るために今回はね来ましたけど、そう整形以外のところには行ったことがないわけですか。ないですね。だから今日も来る前にちょっと飲んでいただいたんですけど、そういうマッサージは行ったわけ。マッサージも受けたことは長原さんと来る前はないですね。今日は午前中。今さっき夜勤明けなのでちょっと先輩疲れてるから全く2日ばか寝てないような感じになっちゃうんだけど、とりあえず先生仕事は何ですか。一応工場勤めです。その作業は影響を受けないですか。いや左手なんで使わなければメインは立ちようなんですけど、パソコンを立って使ってるっていう感覚ですね。
突然なったわけですよね。それ首が最初。そうですね。まあ、これは本当のまだそれがその今の病気にかかってるかどうかわからないですけど、まあ、自分自身頭痛がひどい方で、でどっちかというとなんかそこから病院行くような人間なんで、俺自身が。でどういうことですか？いろんな症状があるからいろんな病院に行く病院に行くっていう、そういうなんか病院オタクじゃないですけど、そういうもう昔からそういう感覚があって、まあ、そういうのがやっぱり今の自分を作っちゃったんかなっていうのが一番まずい状況を作っちゃったのかなって、それはいつも感じてはいるんですけど、今のところがちょっとわからない。今の自分ってどういうことですか？割と人任せだということですか？そうですね。だから全部その注射だ薬だに頼っちゃうというか、自分で今の症状をなんか改善しようとした時に自分がこういう例えば何かをしてるからいけないとかっていうふうに自分から考えるんじゃなくて、なんかみんなそう頼っちゃうところですね、やっぱ医者に。今自分がそういう症状があるんであれば、その原因とかいうのは自分の生活とか自分がやってるどっかにその原因があって、それを見つけてそれをなくせばよくなるかもしれないというような、そういう考え方はしないで、痛くなればもう病院に行ってすぐというふうに考えてしまうと。まあ要は自分を見ないで楽しようとしてるってことですよね。やっぱりそういうことですよね。でそっちにこの年までそういう動きをしてきたので、それがやっぱりバチ当たってる原因してるんじゃないかとはやっぱり認識はしてるんですけどね。もういろんなことをなんか頭痛ひどかったら、まあ左がメインなんですよ。常に左が悪いんですよ、これって。それで左どんなふうに悪いんですか？まあ片頭痛みたいなのも常に右には来ないですね。それでもう頭痛がすごくひどかった時はここに注射打ってそういうがあるんですよ。ペインクリニックっつってここに打つんですか？はい。正常神経ブロック。正常神経それをずっとやってたことがあります。それで本当にそれが効いたんかどうかっていうのを、だからそれを治すための治療じゃないみたいなんですね。だから痛い時に治療する打つものじゃないんで、痛いからっつって治療する打つんじゃないんですよ。ここに痛くない時に行ってなんて言うんだろうな、そういう治療なんですよ。正常神経節ブロックっていう治療なんですよ。そういう名前の神経があるわけじゃないもんね。正常な時に正常神経節っていう神経があって、そこを神経を遮断してブロック注射ですね、要は。それは痛くない時にやるわけ？それは初めて聞きました。だから痛い時には打てない。痛いです。ただじゃあ片頭痛少し収まった時に来てくださいって言われてるんです。それをだからずっと続けることによって良くなるんだよっていう、そういう治療。その片頭痛が頻繁に起こる片頭痛がなくなっていくんだっていう、そういう治療なんですよ。その病院は須坂にあるんですか？それとも長野？今だから正常神経節ブロックっていうのはペインクリニックって言って麻酔科ではどこでも多分やります。やるんですけど。今お住まいはどちらですか？私は長野市からちょっと外れちゃってるちょっと北側の伊豆名町ってとこなんですけど。病院としては長野市内の病院ですか？そうですね。ここに来ます。今患者さんいっぱいですよね。そんなふうな状態で今まで来てちょっと反省してるわけですか？そうですね。なんかいやでも結局自分にそういうことがあったとしても、結局いざとなれば病院に行く以外ないですよね。でやってもらう以外ないと。それ以外の方法って
まあ確かに自分の生活を顧みていろいろ考えて反省するところがあれば、まあ、改善しようというのはあるけど、じゃあもう一歩積極的にって言った時に方法がないですよね。そうですね。その勉強したり、じゃあどんな勉強したらいいのと、医者が勉強してやって治せないわけですから、医学的な勉強じゃよくならないということですよね。だからそういうことがあると、じゃあ自分も医学的な勉強しようと、その専門家が100人集まったってよく治せないわけですから、だから多分どんな医学の勉強したって多分ダメですよね。じゃあ何を勉強したらいいのかということになりますよね。どう思います？そうですね。だからそれをちょっと自分を見つめるじゃないですけどね、やっぱ今一歩ちょっと自分自身の意識のやっぱを変えていかなきゃいけないなっていうのを、まあ、この本を読んでちょっと感じたんです。それはあると思うんですけども、意識を変える必要はあると思うんですけど、意識を変えたらじゃあよくなるのかと、そこですね。って考えると、意識変えたってよくならないと、なればあまり熱心にそのうちやらなくなりますよね。それと結局それも一緒ですよね。だから意識を医学的にやってもよくならない。で医学的な勉強したってやっぱりダメだと。じゃあ意識変えようと。意識変えたってよくならない。というすれば結局元の木阿弥で元に戻っちゃいますよね。じゃあそういうならないためにどうしたらいいかというここがだからないと。そういうところで、まあ、私がもう全国どこ行ったってみんなそうですよ。本当に自分で熱心に会いたいって言ったって勉強するものがないわけですから。だからそれに対して自分で勉強できる方法、それは普通の医学を勉強したって自分のことは書いてないですから、だからそういうのを勉強しても意味ないですよね。自分のことを知りたいですよね。だから自分のことを知る勉強というのはどういうふうにじゃあ勉強したらいいのかというのを指導したいと思って今日来たわけですけども、意味はそういう意味ですよ。だから今まで勉強したかったってできなかった。でもそういう勉強したいですよね。もうね、ちょっとでもさらに効果があればそれはもうそれ以上もっと勉強して自分で効果上げたいですよね。薬飲むよりは間違いなく薬は毒ですから、薬がいいわけないわけですから、化学物質ですから毒ですから、だから飲まない方がいいに決まってるわけですから、まあ、それを飲まないで良くなる方法を知りたいですよね。今日それを研究しようと。だから自分研究勉強会っていうんですけど、そのお手伝いしたいということで来てますから、まあ、あと自己紹介していただいて、また戻りますから、そういうのを午後やるんですか？午後は時間治療で隣の部屋でやりまます。あ、詳しくはそこでまたやりますけど、まあ、考え方なんかは、まあ、少し話していくと思いますから、明らかに症状があるのに、今症状というとどういう？今もしびれてて、やっぱこの辺が痛いんですよね。それはですね、左の首の、右手で、耳の後ろあたりからここにこうずっとこう筋肉あって骨の横を触るんですけど、これの1番2番3番4番5番っていうんですけど、肩までいかないでもうちょっと上で3本ぐらいで真横あたりこう触ってみます。もう少し真横。はい、それでいいです。それをちょっとしっかりちょっと押して、それでチェックしてください。手の感じの違いです。そこを押した時と押さない時の違いの変化あります？グッと押した時ですよね。ええ。ちょっと分かりづらい。もうちょっとね。もっとね。はい。そこ触って押して。わからない。わかります。それは今まで行かれたのは整形と整形だけです。だけですよね。どうなったのかというと、どうなったんだろう。上下ちょっと前、こっちなんだ。
それは楽でしょう。もう一回立って、はい一回すみません、立ってちょっとずらします。はい、いいですよ。座ってください。じゃあこう座って、はい、もう一回座ってください。で体まっすぐ座って、顔まっすぐして、一つ、三つ、四つ、これですね。これをこれで今締めてチェックしてます。今症状。今少しなんかなくないいような感じです。しびれどうですか。ないですね。しびれないですよね。で話しますよ。今もう一回。なんかなん怒ってきますよね。ブワーンとこう。もう大体分かりました。それはね、決意5番です。決意5番がこうずれてるんですよ。で整形でレントゲン取ったでしょ。でもその時はそんな大し何も特に。これがずれてるから症状があるじゃなくて、ずれてなくても症状は出ます。だからずれてるのが悪いじゃなくて、ずれてなきゃずれてないのがいいんじゃなくて、ずれてるのが悪いんじゃなくて、ずれてないのがいいんじゃなくて、ずれてようがずれてなくたって問題があれば問題ですよ。っていうことですよね。そういう考え方がないんですよ。だから整形行ってレントゲン取ったら、あ、ずれてる、これが原因だって言うけども、ほとんどの場合違いますよ。で正常なのにそこが原因っていうのも結構あるんですよ。っていうの考え方が、そういう治療法がないんですよね。の中で5番、頸椎の5番がずれてるんですよ。で頸椎の5番がずれてることでしびれが起こってますよ。それは筋肉もあるんじゃ、立ってでちょっと前にで右手をこう出して、この三角筋の後ろ前全部ですか、手前ですね。はい、ここでしっかり止めて、で私下げようとしますから、まっすぐ前をこうまっすぐ上に上げないでまっすぐここです。はい、しっかり止めて下ろそうとしますから、ここを保持してしっかり止めて、はい、手を下ろします。で今度そっち、はい、同じように肘まっすぐ伸ばして止めて、こう強さというよりは最初ですよ。もう一回手を上げてしっかり手を下ろして、腕見てください。こっち見てしっかり止めて、もう一回しっかり止めて、最初からしっかり止まってるでしょ。こっちしっかりグッと力入れてしっかり、これが動くでしょ。これが問題ですよ。これが問題で手を下ろして、で顔まっすぐして1番2、3、4、5、ここを5番です。反対側に左にずれてますよ。で右に押すんですね。でこうつまんこう縮めればいいですよ。で手上げてでしっかり止めて、止まるでしょ。動かないでしょ。大した力入れてないもんね。入れてないのに止まるんですよ。で手のしびれをチェック。いいです。ないですよね。だからもうそこが原因ですよ。で一回もう一回座ります。座って、あ、いいですよ。でちょっと靴脱いで。靴脱いで。はい。でちょっと手上げて、こっちで手に入れてしっかり、で私はこういう形で調べるわけです。でこういうのを勉強してほしいっていうふうに思ってるわけですけども、こうちょっとこう下ろそうとするとしっかり止めてこう今止まってますよね。でそれでいて、今度手をまっすぐ、今と同じ手を上げてみます。こちら手上げてって言ったらこうに上げてほしいんですけど、一回手を下ろします。でしっかり止めて、今こう止まってますよね。で手上げます。はい、でそれ止めてます。しっかり
動くでしょ、しっかり止めて、これ止められます？でこっち下ろして、でこっちも一回下ろして、で手上げて、でしっかりこれで今止まってるでしょ、はい、手上げて動くでしょこれは何を言ってるかというと、手上げてしっかりこっち今こういうふうにしたときに、もうちょっと前に出て、こっち来てください。こっち来てください。こっち来て。椅子がいいでしょうね。これじゃないですね。こっちさっきはこちらに。はい。で、右手ですから手上げて。ちょっと下ろして、でもうちょっと下ろして、まっすぐ前よりちょっと下がいいです。はい。しっかりこう今私力加えると止まってでしょ。手上げて、これ動きますよね。で手を下ろして、で左手をこの真横にもう一回ですね。手上げてしっかり見ますよ。はい。止めてでしょ。手を真横に上げます。そっちの手をはい真横に。で見てください。止まるでしょ。で少しずつこっちにゆっくりゆっくり、はい、何回かで分けて、はい、そこでストップで止まりますよね。もう少し前、ストップ、止まってますよね。もう少しここで落ちますよね。もうちょっと向こう、はい、ストップ、落ちないです。ほんでちょっと内側、はい、そうストップ、ここで落ちるでしょ。落ちるんですよ。この手の角度で落ちなかったり落ちたりするでしょ。で一回手を下ろしてもう一回ですよ。で今これ勉強です。自分の体がどうなってるかの勉強ですから、しっかり止めて、今止まってますよね。もう一回手を上げて、はい、もうちょっと外、はい、そこでやると動かない。でもう少し内側に入ってきて、もう少し内側、ストップ、もう少し、これで落ちるでしょ。これ落ちますよね。で手そっちそのままですよ。手を下ろして、そっち手そのまま、もう一回、はい、手を上げて、で、もう一度、はい、こうですよ。そっちそのままですよ。下ろさないで、こっち手を下ろして、はい、でしっかり止めて、ぐっと握って、こう腕見てください。私下ろそうとしますから、しっかり止めて動かないように、しっかり動かないように、落ちますよね。で手を両方とも下ろして。で手上げて、でもう一回止めます。でもう一回手上げて、でちょっと外離して、はい、これ動かないでしょ。でそっちそのままですよ。手を下ろして、寝不足でしょ。言ってることほとんど入ってないですよ。頭にもう一回手上げて、しっかりそう今止まってますよね。手上げて、はい、でもうちょっと外側、そこでストップ、これ見てくださいね。止まってるでしょ。そっち下ろさないで、こっち手下ろして、はい、で見てくださいね。こっちしっかり、私下ろそうとしますから、しっかりと下りないように。止まってますよね。ここで止まってて、さっきここで動いたでしょ。ここでしっかり止めて、こう止めてください。動くでしょ。ここは動かないでしょ。っていうのが今あるんですよ。これは手近づいてこう上げた時に使う筋肉があるんですよ。同じ三角筋。でもここに上げようとした時に使う筋肉とここに上げようとした時に使う筋肉の繊維が違うんですよ。三角筋って大きいんですけど、繊維がいっぱいあるわけですよ。ある中でここから内側の繊維が今トラブルを起こしてるんですよ。そこに影響するこれは神経です。これは神経ですけど、こっちからでまっすぐですよ。12345番、ここです。で今座ったところの骨が5番ですよ。その5番が今問題があるんだけども、それを手を挙げて、でさっきここで落ちましたよ。でしっかり止めて止まるんですよ。
今ここの手を上げようとした時に今トラブルがあった神経三角筋という筋肉の神経が今正常になってるわけ、しっかり止まるでしょ。手離すともう一回でしょ、しっかり入らないでしょ。で、はい、いいですよ。ということでしびれもその筋肉の方も原因はそこですよ。で分かりましたよ。じゃあなんでそうなったのか、これが分からないでしょ。で手挙げてそれを見つけ出すわけです。手握ってでそれを聞くわけですよ。左の頸椎の5番が問題、5番がこっちにずれたんです。いやいや、そっちにずれてるんです。そっちにずれた原因が足にあるんですよ。足にあって左と左側の手を下ろしてもう一回左側の123第一子中足骨の鋭部の内側を IL の 5P、 はいで今度は触ってないタッチアンドトライです。はい、もうちょっと待って待ってで手上げてでまずここですね、しっかり止めて不安定でしょ。でこっちを上げるとこちらはしっかり止まってますよね。でこっちを上げてちょっと離すと安定してますよね。ちょっと内側に入ると不安定ですよね。で手を下ろしてで左足の第一中足骨遠部の内側を IN5P 5P です。5P タッチトライですね。はい、はい、軽くです。はい、はい、で頭をつけないで手上げて、はい、ここが先不安定でした。見てないね。止まるでしょ。で手を下ろしてで手のしびれチェックです。ないですね。手しびれないでしょ。ないですよ。首の骨がずれてます。ずれた原因は足です。そこにトラブルがでそれがいいですよ。何年前からって言いましたっけ。本当にずれて1年ぐらいですけど、それは足が捻挫したか、あるいは足どっかでぶつけたか、あるいは昔からあった足の問題後遺症っていうか、そういうのが出てきたんですっていうことですよ。はい、いいですよ。はい、足なんですよ。で大体分かりましたよ。それを後で治療という形でやりますけども、なんで5番を見つけたんだと。さっきいきなり5番って言ったでしょ。でまずここに分からないとっていうことですよ。でここは頸椎の2番から7番までっていうふうにこう書いてありますよ。でこれを今やるわけですけど、なんで5番見つけたのか、それはさっきと一緒ですよ。手を挙げてでしっかり止めてで今しびれるしで痛いしとどうでしたか。もう一回手を下ろして症状としては左側の肩が痛い。そうですね、首から肩シャツ脱いでください。寝不足で今辛いでしょ。もうすぐでも寝たい。でここからここが最初この辺が起点でずっとこう痛いのと痛いんですか。はい、あとここら辺は常に痛してこう触ると特に筋肉的にはへこんでるわけでもないしわからないんですよ。触った感じにおいては右も左も右はちょっと張りがある。張りありますよ。左は確かにちょっと張りがないですね。この辺も張りは左側はないですよ。張りがないです。
っていう状態、まあ触ればね、そういう。それから首の上は右の方はしっかり、ここは明らかに分かるのは右がここはっきり張ってます。左が全然ダメです。もう後ろから見るとここがしっかりして張りがあるのにこちらは全然ダメです。まあ後ろから見るとここ張り、もう筋肉もしっかりしてますよ。なのにこっちがもうふにゃふにゃんとして自分でも分かります、っていうことはありますよね。でここは痛いと。で腕も筋肉がねこの感じ、こうちょっとないですよねっていう筋肉もちょっと薄くなってる。ここはある、ここがないですよね。ここはもう骨ですね。ここは筋肉あるのにここはもう筋肉ないですよ、骨になってるっていう、まあ触れば分かる。これはだから現象ですよ。体に起こってしまってる現象で、だから見れば見方なんですけど、こっちの方が首長いように見える。すっきりこっちの方が晴れてる感じね。こっちの方がちょっと長めにこっちまで下がってる感じがしない。それは首が傾いてるせいもありますよね。そう向こうにだからこっちが長く、こっちが短く、これちょっとこれはどうですか。これ右が長くないでしょ。だから首がちょっと傾いてるんですね。というのがあるのと、それからやっぱりこっちが薄いからスマートな人は背が高く見える。スマートな人は背が高く見えるでしょ。と同じようにここ痩せてるから長く見える。こちらは筋肉がついてるからっていうのもありますけど、まあ見るからにへこんで、ここへこんでるでしょ。へこんでますよね。っていうのがありますよね。っていうのがあって、こっち来てください。で、こっち座って、向こうも実際です。まっすぐして。前から見たら分かりづらいか分かんないけど、こっち、測る、こっちから座って、そうすると、右と左、こちらが薄いですよね。こちらは筋肉があるけど、こちらはないです。で、ここが痛いというところが、やっぱり筋肉がないです。ないですね。で、これは痛い。で、どれまで痛いですか。で、この辺までがこの辺までが痛い。で、しびれは上はないんですか。まあ、今度はしびれてくるのは今度はこれ下の方。しびれはこの下で、これ痛みないんですか。そうですね。まあ、この上はありますけど、まあ、ここから下はないです。痛みがね。じゃあ今度前向いて。首から肩、そして腕の上くらいまでは痛みがある。で、この辺はしびれもあるけども、この先ずっとしびれはあるんだと。それも指の親指と人差し指のこのラインにあるんだと。で、こっちはないと。これははっきり神経の支配です。神経がここ3本あって、でそれがそのうちの一つの影響でこの指とこの指っていう言い方もなるんですけども、多分その神経なんだろう。で、痛みは別にないと。上はあるけどって言うんですよね。だからこう痛みを感じる神経と、しびれを起こす神経また別なんですけども、そういう表現でも医学的にはこの神経は、運動神経、こっちの方は知覚神経という言い方してるにもかかわらず、ちょっとこういうふうに混ざったり表現は難しいというようなことも起こったりということで、基本的なものの考え方は医学的にはそうですけど、現実はというともっと複雑です。もっと複雑にこう自分のちょっと思いとか今までの体の使い方とかいうことも含めての結果として、痛みを感じるとかしびれるとか、こっちはこうだとか、ちょっと痛みはないんだけどしびれあるけど、でもここは痛いですとか、
いうふうにまたなったり、いろんなのあります。そういうようなことってのは個人的ですから、一概ではないということが、結局治療を難しくしてるんですけども、そういうようなことがあったとしても、私の検査を手挙げて、検査から行った時に、じゃあ、どうしたらいいかに関しては、そういうのに関係なく、医学的に言うと今みたいな言い方ですけども、本当に今の状態を良くしたい、脳に効いてるんです。体に効くんじゃないです。体は痛い、しびれてるし痛いって言ってるんです。でそれをどうしたらいいかということも体は教えてくれない。脳です。脳に効くと痛いとかしびれてるとかいうことも全部含めて、それを良くするところはありますかと聞くと、あります。それは、考え方からいけば神経的に考えますから、じゃあ脳神経、首から上、頭、頭蓋骨にあるんですか、出てこない。じゃあ頸椎にあるんですか、出てくるんです。胸椎にあるんですか、ない。腰椎ですか、骨盤ですか、出てこないです。で、頸椎と出ました。じゃあ腕にあるんですか、出てこない。頸椎だって言ってます。で手をして、で私が用意したのはここに頸椎の2番から7番までというのがあります。でそのうち、その背骨とかいう首の骨なんかを治療する場合に考えるのは、こういうふうにイラストがこうなってて頸椎がありますけども、これの右側左側、ここから神経出てます。ここからこう神経出るんですけども、右側で問題か左側で問題なのかというふうにまず分けます。で分けると、今の症状は左側のしびれとか痛みですから、肩から首にかけて、それは右の神経ですか、左ですか、左だって言ってます。で左でどっから出てる神経かというのを聞くと、まず一番上、後頭骨と1番の間から出る神経、そして1番から2番の間から出る神経ってあります。それを聞きます。それは後頭骨と1番の間ですか、1番と2番の間ですか、2番と3番の間、3番と4番の間、4番と5番の間、5番と6番の間、6番と7番、5番と6番の間って言ってるんです。だからここは6番、5番と6番、5番と6番の左側、ここから出る神経、これが問題です。だからここをじゃあよくするにはどうしたらいいか、5番を触るのか6番を触るのか、これは上は5番、下は6番になってて、で5番を触る、6番を触る、5番になってる。で5番、ここです。でここをどういうふうに触るのかっていった時に、 S って上に I、 下に A、 前に P、 後ろに IN、 内側に EX、 外側に CW、 時計方向に CCW、 時計と逆方向に、こっちからやるんですけどにやるんだと言ってる。でそれを聞いていくんですね。それはまず最初、ここ上にあるんですか、下ですか、前ですか、後ろですか、IN、 内側ですか、内側って言ってますね。外側ですか、時計方向にねじるんでひねるんですか、時計と逆方向ですか、一つだけ、ここ IN、 ここを5番を内側にやると、左側の首の痛み、背中の痛み、腕の痛み、手のしびれは取れるって言うんですよ。じゃあどれぐらい取れるのか。痛みに関しては今やると12345678910割、しびれを12345678910、
10割ほぼ 100% 痛みもしびれも取れるって。それが今1回刺激したらその持続時間は1時間2時間5時間8時間9時間ないですね。7時間まできっちり、8時間が厳しい。だから7時間ぐらいは効果があるんだっていうふうに言ってます。じゃあそれ以外になんで5番がずれたのか、ここがまだ答え出てない。5番が内側にあればよくなる。つまり5番が外側にあるんですよ。5番が外側にずれた原因は足って言ってます。右、左だって言ってます。で、左の今度は5番をずらした原因は左足って言いました。左足です。左足はこっちですね。この左足のどの骨か探してみます。この指の方のこのどれかですか。違って言ってます。さっきは第一中足骨です。四骨第三筋、その後ろの骨、さらにその後ろの舟状骨、立方骨、手をします。今のは出ない。ちょっと絞り込まないと、10倍では出ない。10倍、20倍、30倍に切り替えて、それは指の骨ですか。それは小指ですか。第5子、第4子、第3子、第2子、第1子、親指です。親指だって言ってます。その親指の心臓に近い方、遠い方、心臓に近い方ですか。遠い方、こうだって言ってます。ここがずれてる。これはこっちが真ん中ですから、これは外側、これ内側。それは外側ですか、内側ですか。内側だって言ってます。内側、どの方向に刺激すればいいですか。内側、外側、内側。内側のことは内側です。内側の後ろか前か。内側の前の5、10度。前の内側よりも10度前。10度。さっき5だった。さっきは IN5P でした。IN5P、これ今違いますね。私が調べた場合と彼が調べた場合は場所が変わります。そして場所が変わったり時間が変わると変わります。それだけその人っていうのは変化してます。だからその場所がずっと同じとは限ってないんです。で、今やるとすればその場所を内側5度10度前って言ってます。こうですね。だから内側、10度前です。ここをすると、そこを刺激するとその効果は1時間、5時間、10時間、20時間、30時間、40時間、50はないです。41、2、3、4、5、44まで、44時間、1日半ぐらいは持つって言ってます。っていう場所です。だから頸椎の5番を今やろうと思ったけども、頸椎5番やってもそれがずれた原因が首にはないですから、その原因が
足にあると言ってますから、その足を治療すれば首がずれた原因が解消するんだってということで足をやります。で左足を、先生、その足と首のラインっていうそれはのはさっきもう今日に時から、はいもう説明終わってます。終わってるんですね今日はできないというあはい話は、で口下げてそういう方向で参加してないから。でこっち見て左足を上にどうぞ右手がそうです。もっと縮めて、はい、場所はここです。場所はここです。ですからここは足を曲げると口下げ、足を曲げると曲がるのはこの上の指です。で曲げても動かないのが後ろの骨です。こう触ると分かります。これが関節ですから、この関節がここです。だからちょっとここですね。ここを内側に、そして10度前、この方向にで前向いて、でチェック自分でどうですか。まずしびれはどうですか。ないです。痛みはないんです。で首まっすぐして、まっすぐまで顔まっすぐ上がってきましたね。ちょっと膨れてきました。それからここもちょっと肉出てきましたね。顔まっすぐして、で反対こっち来て、反対向きで後ろからもう少し顔を入れて、はい、先ほどはこちらはお茶として筋肉ありますけど、こちらがなかった。これがクロしてますね。ちょっとこう滑らかにくぼんでるような感じなくなったね。なってきましたね。張ってるじゃないですけどね。これが少しずつ膨れ上がってきますっていう状態で、自分でやってみてください。わかります。で、じゃあ向こう向いて、ちょっとどうぞ見てください。同じぐらいです。じゃあ向こう見て。今言ったでしょ。44時間効果。なんで44時間って言ったのか、なんか適当に言ってんだなと思ってでしょ。今やね。いいですか。今手用意してしびれチェックで分かりますね。分かりますね。で今時計は2時です。後ろ見えない。見えない。こっち向きで座ってじゃん。はい、そういう座って。ね、それで今左ちょっとチェックです。いいですね。今2時です。で44時間で言ってるから。じゃあいいですか。今これから今2時でここ1時間2時間ぐらいこんなことやってで終わって家帰りますよ。家帰ってすぐ寝ます。寝るですよね。こう寝てだいたい何時ぐらい起きるわけ。じゃあ家帰って寝たらずーっと朝まで寝てるわけね。家帰ってが多分9時前に2回で寝ちゃうと思います。いいよ。家帰ってすぐには寝ないわけ。すぐには我慢します。我慢して、で9時頃まで起きてて、で9時頃寝て、で明日何時頃起きるわけ。6時起きて、それから準備して会社まで行くわけ。
会社はまたその翌日の夜に。じゃあ明日じゃあ明日の昼間はなしで6時頃来て夜までは割と自分の時間、何するんですか？特には考えてないです。考えたらでぶらっとしてて、そしてぐるっと回って夜は何時から仕事？夜は8時。8時。つまり昼間明日6時に起きてなんだかんだ朝から昼になって午後2時で丸1日ですよ。それからずっと時間経って夜8時頃前に会社に行ってそれから仕事で、それから何時まで仕事？それでまた翌朝6時まで。6時まで、というと、24時間とそしてさらに12時間で36時間で6時まで、ということは40時間ですよ。それで分かります？明日明後日明日の夜仕事に行って明後日の朝6時に仕事終わる頃には40時間ですよ、経過。それから朝終わって仕事終わって家帰ってでなんだかんだして7時8時9時10時頃は何してますか？また足寝ちゃいます。10時というと朝の10時ですよ。仕事を終えてからですね。もう10時って言えばまた寝てます。寝てます。何時頃寝るんですか？9時？9時。明日明後日の6時に仕事終わって帰ってきてで9時頃には寝るわけですよね。そしてもう10時というともう寝てますよ。そして12時でっていうことですけど、でちょうど寝る頃がこれが43時間ですよ。で寝て1時間ぐらいすると、44時間ですよ。そして11時でもう寝てから2時間ぐらい経ってくると45時間、12時で46時間ですよ。寝てる時間ですよ。その時間は頭今しびれチェック、今寝てる時間ですよ。しびれチェックで今はですね。今どうなってます？今ですか？腕もう一回ちょっとチェック。頭今いつなってます？寝てる時間ですよ。もうそして何時頃起きます？ 9 時頃寝て4時頃3時ぐらい9時頃寝て朝の9時頃寝て、そして午後の3時頃起きるんですよね。じゃあ3時頃起きて1時間ぐらいして頭の中というともう44566で49時間経ってますよ。で目覚めてで今目覚めたんですよ。腕チェック。どうなります？なんとなくこうしびれてる。しびれてきたんです。こっち向いて。なんでなんですかね。こっち向いて。こっち向いて。しびれてきたでしょ。こっち向いて。今しびれてきてるんです。1日経って2日経っての午後4時だから、丸2日経って4時だから丸2日と2時間経ってるんです。ということは48時間の50時間ってことですね。じゃあに経ってるとしびれてきたでしょ。44時間しか効果ないって言ってるから、だから44時間過ぎると戻ってくるんですよ、今の治療の効果は。だから起きた頃はもう44時間過ぎてるから、だから今はどうなってます？だからなんか変わんなくなっちゃって元に戻ったんです。だから言ったでしょ、44時間ですよって44時間過ぎると元に戻りますよということです。脳がこういうのは全部脳が作ってるわけです。だから脳が2日とちょっと今過ぎたわけですよ。そうすると戻ってきたんです。じゃあ今この時間に戻して、この時間今ここですよ、この時間に戻してでチェック。なんかそう言われるとまたなんか治ってくるんだ。治ったでしょ。いや言ったように症状は脳が作るわけ、体は脳のまま
脳がこういうふうになってれば体はそうなるんです。だから脳が体を作ってるわけですから、だから脳の中が聞いたら44時間今やったのが効果あるって言ってるわけ。じゃあ44時間過ぎたら効果ないって言ってるんだから、だから元の状態に戻りますよ。で脳を今44時間以上してもらったわけでしょ。だから脳の方が44時間以上過ぎてるわけですよ。そうすると脳のままだから元に戻るわけですよ。だからいつ戻るかを調べると、だから44時間過ぎると戻ってくるように今なってるんですよ。だから私が44時間で言ったわけでしょ。だから脳の状態が分かるから、そういうことですよ。で今に戻ると、今は刺激した後だから、脳はその刺激を今感じてますよ。でも脳の中で44時間過ぎるともう脳から消えちゃうんです、刺激が。だから効果がなくなるんです。だからその間に自分で今やったことをやってほしいんです。これを今やるやつは1日1回1日1回で1ヶ月2ヶ月3ヶ月、さっきと違うでしょ。さっきは1日2回でした。2回でしょ。さっきと方向も違ってます。方向が違うということもあって脳に届く場所が違うんですよ。それと一緒です。届く場所が違うんです。さっきのものはそれは1日2回で2ヶ月だった。3ヶ月。同じ期間は一緒だったけど1日2回だった。今は1日1回で3ヶ月。それをやると、それはだんだんそれ1ヶ月過ぎ2ヶ月過ぎるとその効果が長引くんですよ。最初は2時間2日だけだけど、そのうち1週間もやると3日ぐらい伸びます。もし1ヶ月やると4日から5日に伸びます。2ヶ月やると3週間ぐらい効果が1回治療するだけでっていうふうに伸びてきて、3ヶ月過ぎるともう症状がなくなるって言ってるわけだから、真面目にそれでも1日1回をやってほしい。わかりました、不思議でしょ、不思議ですね。不思議ですよね。脳がそう言ってる。質問はやっと目覚めた。不思議ですよね。どう思います？不思議ですよね。また戻すこと簡単ですよ。これは今さっきやったでしょ。やる前の時間に戻すの。今度はやる前の時間に戻すと脳はまだやってないになるわけ。刺激されてないってことされてないわけ。だから前の状態のままですよ。やってないんだから。でもやったんですよさっき。なのに脳はやってないっていうふうになっちゃうんですよ。時間を戻すと。やってない。今度は時間を進めると効果がなくなるっていう。どっちに入っても状態一緒です。だから今やった効果がある時だけ状態がいいの。だからその状態を続けてほしいって言ってるわけ。面白いでしょ。どんなことが起こったって一緒にやり方は